皆さん、こんにちは、こんばんは。今日も耳から学ぶ AI をお届けします。この時間は、あなたの耳をちょっとお借りして、日々の移動時間や家事の合間など、耳が開いているひとときを、未来を形作る AI について学ぶ有意義な時間に変えていきましょう。第1章、AI との対話に関する、ある勘違い。AI と対話するほど、使っている AI はどんどん賢くなっていくようだ。まるで言葉を教えながら育てているみたいだ。今日のテーマは AI との対話に関するこのような勘違いです。最近よくブログなどで目にします。AI との対話に熱心な方ほどそんな手応えを感じているのではないでしょうか。その感覚、そして対話を重ねてきた経験こそが AI を真に使いこなす上で最も価値のある資産になります。しかし、その手応えの裏で AI は私たちが思う学習とは少し違う面白い仕組みで動いているんです。以前の番組ご紹介した AI との会話で迷子にならない質問力4つのコツ、覚えていらっしゃいますか？今回はさらに一歩踏み込み、なぜあの対話術が有効なのか、その背景にある AI は対話では育たないという真実を開発者や研究者の見解を交えて解き明かしていきたいと思います。あなたが培ってきた AI を育てるという感覚を AI の真の仕組みと掛け合わせること、それが AI との間に最高のパートナーシップを築くための最短ルートです。第2章、AI が育つという感覚の正体。残念ですが AI はあなたとの会話で学習しません。ではまずAI が育つという感覚の正体から探っていきましょう。なぜ AI はあなたとの会話で学習することがないのでしょうか。その根拠は AI の知識がどう作られているかにあります。AI が利用する知識には大きく分けて2つの種類があるんです。1つ目は基礎知識。これは AI の核となる知識で開発段階の訓練によって作られます。インターネット上の膨大なデータを読み込んで、その知識はモデル内部に完全に固定、つまりフリーズされています。まるで出版された時点で内容が完全に決まっている、非常に博識な百科事典のようなものですね。この百科事典自体は改訂版が出る以外、後から新しい情報で書き換わることはありません。そして2つ目が参照知識です。これは AI が対話中にネット検索した結果や私たちがアップロードしたファイルなどが当たります。これらは非常に強力ですが AI の基礎知識を書き換えるのではなく対話のたびに一時的に参照される追加資料として扱われるんです。百科事典で何かを調べるときに最新の新聞記事や手元の資料を一緒に参考にするイメージですね。調べ終われば追加資料は片付けられ百科事典の中身は変わらないままです。そして AI が会話の文脈を覚えているように見えるのはコンテキストウィンドウという一時的な作業スペースのおかげです。過去のやり取りはここに参照情報として保持されますが、これも AI の基礎知識とは完全に別物。対話が終わればその内容はきれいさっぱり失われてしまいます。つまり AI の根本的な能力や人格らしきものは私たちとの対話を通じて学習・成長することはないということなんです。最近はやり取りを覚えてくれる機能がついたものが出てきていますが、それも一時的な記録でしかありません。第3章、なぜ AI は会話の途中で迷子になるのか。2つの大きな落とし穴。さて、この AI は育たないという仕組みを理解すると、次にこんな疑問が湧いてきませんか？じゃあ、なぜ AI は会話の途中で迷子になるんだろうと、これには2つの大きな落とし穴があります。1つ目は、最新の研究でも指摘されている情報の小出しの罠です。AI は最初に与えられた不完全な情報からきっとこうだろうと最適解を推論してしまいます。後から情報を追加しても、その最初の考えに強く影響されて、軌道修正が難しくなってしまうんです。もう一つの落とし穴がハルシネーションの伝播です。ハルシネーションとは AI が事実ではない情報を生成してしまう現象のこと。
もし AI が間違った情報を一度でも作ってしまうと、それが正しい参照情報として作業スペースに記憶され、その嘘を前提にさらなる嘘を生み出す悪循環に陥ってしまうことがあるんです。第4章、解決策4つのコツの真相。ではどうすればいいのでしょうか。その答えが以前の番組でもお伝えした4つのコツにつながってきます。 AI が固定された知識と一時的な記憶で動いているという事実こそが4つのコツが有効である理由なんです。前回の番組を思い出してください。ここでは4つのコツを改めて説明します。1つ目は情報を最初にまとめて伝えること。 AI に危険な推測をさせず正確な参照資料を最初に渡してあげるためです。2つ目は具体的に伝えること。3つ目は目的も伝えること。百科事典のどのページを参照すべきか的確に指示するためです。そして4つ目は出力形式を指定すること。情報の取り出し方を明確に指示し、お互いの手間を省くためなんです。第5章、究極のリセット術。初めから新しい会話を始める理由。そしてそれでも話が噛み合わなくなった時の究極のリセット術。初めから新しい会話を始めるです。これも AI の仕組みを理解すれば納得です。一度混乱した情報で汚れてしまった作業スペースを使い続けるより、それを完全にクリアしてまっさらな状態から始めるのが最も効率的だからです。それじゃあそれまでの対話は無駄だったのと思うかもしれません。でもそんなことはありません。その対話を通じてあなた自身の思考が整理され、指示がより洗練されたはずです。前の対話は決して無駄ではなく、より良い指示を生み出すための価値ある下書きだったと言えるでしょう。第6章、一歩進んだ話。対話の仕組み化。洗練させた指示を再利用する方法。そして最後にもう一歩進んだお話をします。毎回同じ指示を繰り返すのが大変だと感じたら、その下書き、つまり完成させた最高の指示文であるプロンプトを仕組み化する方法があります。チャット GPT の GPTs や Google Gemini の Gems といった機能を使えば、あなた独自の役割や資料をあらかじめ AI に設定しておくことができるんです。これは AI の根本を教育するわけではありませんが、質の高い指示を自動で与えることで、いつでもあなたが好んだ賢いパートナーとして AI を動かすことができます。ではまとめです。 AI は残念ながら私たちとの対話では育ちません。その真実を理解し、育てるという勘違いを乗り越えることこそが AI を使いこなすプロへの第一歩です。 AI の限界を理解し、正しい情報を与え、もし混乱したらリセットする。そして洗練させた指示は仕組み化してしまう。 AI との付き合い方を少し変えるだけで AI はあなたの期待をはるかに超える最強の知的パートナーとなってくれるはずです。いかがでしたでしょうか。今日の情報が皆さんの AI への興味や理解を少しでも深めるきっかけになれば嬉しいです。それではこの後の時間も有意義にお過ごしください。また次回の耳から学ぶ AI でお会いしましょう。